ご理解第3節。天地金の神と申すことは、天地の間に氏子を追っておかげを知らず、神仏の宮寺氏子の家屋敷、皆神の辞書、そのわけ知らず、方角日柄ばかり見て無礼いたし、前々の巡り合わせで難を受けおる。この度、生き神金光大臣を差し向け、願う氏子におかげを授け、理解申して聞かせ、末勢まで繁盛をいたすこと。氏子ありての神、神ありての氏子、神しも立つようにいたす。神人共に栄えゆく道をここに初めて、天地金の神と申すことは、とのっけから大恩上に宣言されているように思います。天地の大恩恵を知らず、またどのようなことが天地に対するご無礼になるか、難儀のもとになっているかを知らず、その訳を条理を尽くして説いてあります。すなわち、神仏の宮寺氏子の家屋敷皆神の辞書、または方角日柄ばかり見てと、そのことだけでなく人間の思い違い考え違いを指摘しながら、金光大臣の理解を受け追求しつつ、神と人との理想郷実現を目指させています。人間の思い違い、考え違いとあります。神様のお心が本当のところをやはり分からねばなりません。そして本当の神様のお心を求めていかねばならないと思います。私どもの思い違い、考え違いがその不幸の元になっている、原因になっているというわけですね。ですから私どもの思い違い、考え違い、これを師匠は巡りともおっしゃいますが、その思い違い、考え違いを正していかねばならないということですね。昨日は自動車のエンジンオイルの交換に行かせていただきました。そこで伺ったお話に大変感じさせられました。そこの息子さんが軍隊の特殊部隊に所属しておられるらしいのですね。で、前回行きました時には何かその水の中に潜る訓練を受けておられたと。そして同僚を助けようとして自分まで命が危ない酸素不足の状態になられたと。それでなんとか助かられたというお話を伺いましたが、昨日は今度は空から飛行機から飛び降りる訓練がやっと昨日無事に終わったと。それは18,000フィート以上と言われましたか。ですから5000メートル以上の上空から飛び降りるのだそうです。空気が薄く普通では飛び降りられない。ですから酸素ボンベをからって飛び降りるのだそうです。普通のパラシュート部隊が普通の息ができるところから降りるのではなく、もっと高度な酸素も薄い、もうこれでは呼吸ができないというような高いところから酸素ボンベを背負って飛び降りるということらしいのですね。そういう世界もあるのだと、どういう訓練をしておられるのだろうかと思いましたけれども、それを聞くまでは普通のいわゆる特殊部隊の要員になるための普通の訓練を受けておられるのだろうと思っておりましたが、昨日のお話を伺いますと全くそれとは違う訓練でした。いわゆる特殊な任務をこなすための訓練、予行演習というのでしょうか、シミュレーションというのでしょうか。例えばどこかに攻め込む、
いきなり三八攻め込むのでは家の中に入ってどこがどうなっているのかわからない。ですからその前にその家なら家を事細かく調べて、ここに地下室がある、ここにどういう部屋があるというのを調べ上げますね。そしてそれを基地の中で再現して同じ家を作り上げる。そしていわゆる本番さながらに何度も訓練をする。それでよしこれでいけるとなった段階でその敵の家に踏み込むといったようなその情景、その任務を何というのですかね、想定してそして行う訓練というのがあるわけですね。この特殊な任務をこなすためにはこういうことをクリアしなければ任務がこなせない。いわゆる基礎的な訓練のための訓練ではなく、特殊任務をこなすための予行演習というのでしょうか。あらかじめそのこういう困難が待ち受けているというそれを想定して行う訓練なわけですね。ですからこれはこの後何か特殊な任務に就かれるということかもしれませんね。その訓練の中で2人の方が命を落とされたそうです。それほど難しい任務なのでしょうね。そのお話をいただいて、もしかしたら信心にもそういう訓練があるのかもしれないと思わせられた次第でした。いわゆる基礎的な訓練の訓練ではなく、ある特殊な任務を遂行させるためのシミュレーションというのでしょうか。このことをクリアできなければこの任務には就かせることはできないといったような訓練ですね。そして改めて教祖様がこの方は試しようがないと神様からおっしゃられた。それで初めて教祖様がそのいわゆる任務に就くことができられたわけですね。私どもも信心をさせていただいておりますと、これはお試しだろうかと思うようなことに出くわします。失敗したと思ったりいたします。いや、これは合格だったと思ったりいたします。そのお試しに失敗するようでは神様の任務を遂行できないというわけですから、任務が与えられないということになりますね。神様のお役に立ちたいと願うならば、そのために予行演習的なお試しというのでしょうか、予行演習的なことを神様がなさるのかもしれませんね。そこをうまくクリアして初めて、よし、この氏子をこういう任務に使おうと神様がしてくださるのではないでしょうかね。ということは、私どもの身の上に起きてくる、これがお試しだろうかと思うようなことを見事にクリアしていかなければならないということになりますね。その神様のお試しに合格していかない限り、本当の意味においての神様の任務に使うてもらえないということになりますね。これは心していかなければならないと思わせていただいた次第でした。訓練にも二通りあるのだと。基礎的な訓練、誰でもがするような訓練、それとその人にかけられた特殊な任務、その任務を遂行するためにはどうでもこの技術を身につけておらねばならない。その
任務を遂行するために行う訓練。予行演習のようなものでしょうかね。そういう訓練がある。そういうお試しがあるということですね。神様のお役に立ちたいと願うからには、そういう神様がくださる訓練、それに合格点を出していかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。